ます。こんにちは、ポテトです。今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、モメンタムは本当に99以上いかないのかやっていきたいなと思います。前回出したこの動画、皆さんはもう見ていただいたでしょうかね。上昇値についてやってきたんですけども、そこでいろいろ質問ありまして、スピード上がるのかとか、99以上になるのかとか、あとは固定なのかとかでね、プラス6固定なのかみたいな話なんですけど、それぞれね、今までの経験から答えは出てはいるんですけど、ちょっと2025倍になってからはやってないので、そこを確かめていきたいなと思います。で、まだですね、僕もまだ結果を知りません。なので、一緒に見ながら、話していきたいなと思います。検証方法ですね。検証方法は iPhone に動きを記憶させてやっていきます。1秒間60コマですね。ペナルティエリア内のスピードですね。ここ時間測っていきたいなと思います。使っていく選手はですね、今回この3人を予定してます。モメンタムドリブル持ちのね、ビニシウスとロナウジーニョ、そしてあとね、ネイマール、ちょっといろいろ確かめるために必要かなというところで取ってきましたよという感じです。で、今回の目次なんですけど、最初にですね、ドリブルもスピードも99のビニシウスを測りまして、モメンタムの有無でですね、スピードが変わらないのかっていうところを確かめます。その後にドリブルとスピード93のビニシウスを測ってですね、モメンタムある状態でスピードが変わらないのかっていうところですね。その次にですね、ドリブルとスピード101のネイマールを測定して、ドリブル95スピード95のロナウジーニョをモメンタムドリブルありで同じになるのかですね、そういったところをですね、今日は検証していきたいなと思います。そうすることでですね、前回の結果も交えていくと、モメンタムドリブルの上昇値とか固定なのかとか、スピードも上がるのかとか、この辺は全部大体網羅できるんじゃないかなと思います。一応ね、今までの経験則から言うと1イコール2で、それより高くて3イコール4になるはずなんじゃないかみたいなねとこですね。ということでやっていきましょう。まずはですね、ドリブルスピード99のビニシウスですね。はい、まずはモメンタムない状態ですね。これでどれぐらいになるかなんですけど、はい、4秒52コマぐらいですよと。ここに関してはね、そんなにブレはないとは思うんですけど、はい、最高速は51。はい、ということで4秒の51コマから2コマとか、それぐらいが最高値になっていきましたよというとこですね。はい、ここからモメンタム発動ですね。ここで4秒52コマになるはず。おお、オッケーオッケー、大丈夫そうかな。はい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 、ということでモメンタムでありでも4秒51から2コマということなんですよね。はい、ということはこれ以上にならないからモメンタムもったいないというね話になってくるわけですよ。はい、なのでじゃあ次行きましょう。ここからですね、ドリブルスピード93にしたビニシウスですね。モメンタムありで同じになる4秒52コマになるはずですね。はいはい、見ていただきました。これなら大丈夫だね。はい、ということはモメンタムありでも93なら同じ記録だったということが分かりましたね。ということはモメンタムドリブルの効果はドリブルスピード両方ともプラス6でしたよということが分かりましたね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、次はですね、ネイマールで101、ドリブルもスピードも101にした状態のスピードをまず測っていきます。これでね、どれぐらい速くなるのかまず見ていきましょう。モメンタルもちろんないですから、先ほどの4秒51コマ2コマをどれだけ上回るかっていう話になってくるんですけど、マジそのパターン、そのパターンかなるほどね。はい、ですね99以上はドリブルスピード変わらないとそのパターンか。ちょっと予想してなかったななるほどね、なるほど。そうなってくるといろいろ、ちょっと待って、いろいろ変わってくんな。いろいろ育成とか、でも一旦切り替えよう。一旦今これちょっと一旦目をつぶろう。細かいところはちょっとやめよう。言うのはやめよう。ただとりあえず101ドリブルスピード101のネイマールは4秒52コマだったんだよという事実だけをもとに次行きましょう。っていうかもう取っちゃったから、もうロナウジーニョはもう録画してきちゃってるから、なのでロナウジーニョがですね95、ドリブルスピード95のロナウジーニョがモメンタム発動していれば同じ記録になるはずだということでやっていきましょう。
はい、ここはロナウジーニョですね。ドリブルスピード95になっていきますよというとこですね。これでスピードが4秒52コマになるはずだというところでいきましょう。これは大丈夫だよね。はい、見ていただきました。ということで、モメンタムありならば、95でも101と同じということですね。はい、よかった。ということですね、モメンタムの、効果はね、あったよねっていうことが分かりましたよね。プラス6はされてたんじゃないかな。でもちょっとさっきのことがあったんで、95でもそもそも4秒52コマなんじゃねえのかみたいな疑惑も出てきちゃうと思うんですよ。深く考えていくと。気になったでしょ？気になったと思うから、はい取ってきます。ちょっと待ってて。はいですね、ドリブルスピード95のロナウジーニョですね。モメンタムなしの状態ですね。これだったら4秒52コマを下回るはずなんですけど、はい、こっちは大丈夫です。こっちは大丈夫。危ねえ、マジ危ねえ。ふざけんなよ、本当に。ちょっともう今日はもう、ということでこの辺見えていたんで、今日はもう結論です。疲れた。モメンタムの効果は固定でドリブルスピードプラス6、上限は99とします。はい、ということでいろいろ見ていただきましたけども、モメンタムのね、いろいろこう見えてきたかな。そういうところ良かったかなと思います。で、ちょっとね、勘違いされてる方多いんで、ちょっと説明しておくと、そもそもですね、数値というのは調子とかスキルとか、あとはカウント構成ですね、こういったものを含めて上限で99みたいな形になっています。で、その上でその後にですね、ブースターが最後ついてきますよという形になっています。こちらに関しては上限がないですよということに形になってますね。なので、数値換算でね、ここがねごちゃごちゃにならないように考えてほしいなと思います。で、ちなみにで言うと、試合中のスタミナとか、ポジション適正とかによるね能力減少、これはね左側の数値の方に換算してきますよって感じですね。はい。なので逆に言うとですね、絶好調でもですね、能力はもともと99、ブーストない状態で99だった場合はもう99ですね。はい。その後にブーストがかかるみたいな感じになっていきますので、そこだけ注意をしてください。そこだけね、間違えないようにしてください。で、一応ね、101でも99でも全く同じってわけではないですね。というのもですね、以前検証やってるんですけど、スタミナですね、スタミナによる減少値ってめちゃめちゃあるんですよ。半端なく落ちていく。70% 切るとどんどん下がっていくんですけど、なのでスピードは同じなんですけど、長い間ですね、スタミナがなくなってもベストパフォーマンスができるっていうのは一つ魅力的な部分にはなってくるのかなとは思います。はい。で、ちょっと最初に戻るんですけど、こういう風になるかなと思ったんですけど、ちょっと違くてですね、1イコール2イコール3イコール4っていうね、まさかの結果になりましたね。はい。ということで、その辺考えてくると、今回のロナウジーニョは、正直センターフォワードなら93とかでもいいのかなとかね、カウンターターゲットとかにしちゃってね、基本的にはレフトウィングで、後半の途中ぐらいまでは少なくとも使うとか考えたら、95でもいいかなって気はしますかね。本当に最後後半とかもうワンポイントで使うとかいう場合は別に93とかでも全然いいかもしんないですかね。かなと思います。ちょっといずれにしてもですね、ドリブル検証また入れます。上限がどれぐらいなのかとか、この辺はねちょっと一回調べておかないと今後の育成に関わってくるかなと思いますので、またやりたいなと思います。はい。ということで、この辺はですね参考にしてみていただいて、もしこの動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方ですね、高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、最後雑談して終わりたいなと思います。はい。ということで、ここからは雑談になっていきますけども、いやなんかまさかの展開すぎたけどね、いやなんか疲れた。でもこういうことあるのが検証だよね。なんか毎回ね予想通りいかないよね。あと可能性で言うと103とかだともしかしたら変わるかもしんない。今回101では変わらなかったっていうだけだからね。とは思いますので、そこだけはねまたやりたいなと思います。
いやーちょっとね、はい。またいろいろこれそうね、25いろいろこれやんなきゃダメかもね。ちょっとスパサップとかも含めてなんかいろいろ変わってそうな気がしました。はい、というところでまた。はい、いかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見、ご感想、クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またこういう風な予想外の展開もあると思いますはい、ということで今日はですね、モメンタムについてやってきました。いろいろね、疑問を解消できた部分と、新たななんか大きな疑問が生まれちゃったんですけど、またやっていきたいなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。